皆さんこんにちは。いつもありがとうございます。皆さんクルーズ旅行楽しんでいますか？次のクルーズの旅はいつですか？今回は5月から大きく変更があったクルーズ乗船までの準備と乗船当日のチェックインの流れについてお話をさせていただきます。3月からダイヤモンド・プリンセス号の日本就航が復活して、それからキュナード社のクリーンエリザベス号、MSC ベリッシマほか多くの外国豪華客船が日本に戻ってきました。さらにはとても面倒だったワクチン接種証明の提出や事前検査も免除になりました。これらを踏まえた最近の乗船の流れについてお話しさせていただきます。これからますますクルーズが私たちの身近なものになっていくと嬉しいですね。また3月、横浜港大黒ふ頭から始まったクルーズも横浜港大桟橋ふ頭、新港ふ頭、そして神戸ポートターミナルの出港も行われるようになりました。後半に大黒ふ頭、大桟橋ふ頭、神戸ポートターミナルへの行き方も説明します。来年には那覇出港や台湾のキールン港から出港するクルーズも予定されています。今回は3月以降のいろいろな変化を交えて、予約から乗船前の準備、乗船当日の流れを今一度復習簡単に説明したいと思います。クルーズの計画から予約支払いが完了して予約番号をもらったら、ダイヤモンド・プリンセス号のプリンセス社もベリッシマの MSC 社もアプリをダウンロードして予約作業を始めます。クリーンエリザベス号のキュナード社からは個別に豪勢な封筒で乗船案内が郵送されてきます。それに従って予約作業を進めてください。他のクルーズも予約作業を、特に個人情報、パスポート情報の入力、証明写真の撮影などチェックイン作業を自分で行う事態になってきました。チェックイン作業が終わったら乗船時間を確認または予約してください。今ではチェックイン作業が終わり次第乗船時間の予約ができる場合などいろいろですが、やはりおすすめは早い時間のチェックインです。乗船日前にしておかなければならないことがあと4つあります。まず1つ目は荷物のパッキング。フォーマルデーのドレスやタキシード、船内を快適かつおしゃれに過ごすためのカジュアルな服や部屋着、そして水着やスポーツウェア、さらには TPO に合わせた靴、サンダルやスリッパもあると便利かもしれませんね。その他持っていくと便利な小物は他のクルーズ YouTuber さんが素晴らしい動画を上げているので参考にしてみてください。ダイヤモンド・プリンセス号には船室キャビンの前方にコインランドリーがあります。 MSC ベリッシマにはコインランドリーがありません。こういう場合はクリーニングサービスを使うか、部屋で洗うか、多めの下着や服を持っていくなど工夫も必要になります。2つ目、荷物のタグの印刷。パッキングが終わったら荷物のタグを印刷して荷物に貼って港に向かいましょう。港までの交通が面倒で多くの乗り換えや大きな荷物の持ち運びが不便な方は、佐川急便さんの提供する旅客手荷物運輸サービス SG ムービングを使うことができます。タグを貼って発送すれば部屋まで荷物が届くシステムでとても便利です。関連のサイト URL を概要欄に貼っておきますので参考にしてみてください。3つ目、旅行保険です。次にしておきたいのは旅行保険です。皆さんの多くはクレジットカードに付随する海外旅行保険でカバーできると思いがちですが、少し勝手が違うようです。私はアメリカンエクスプレスのコンシェルジュに詳細を聞いたのですが、アメックスの場合、日本の周遊クルーズでは立ち寄る外国港の前日から翌日までが海外旅行、それ以外は国内旅行扱いになります。ですから別途カード会社や旅行会社の勧める全行程をカバーする旅行保険を考慮した方が良いと思います。こちらも関連サイトの URL を概要欄に貼っておきますので参考にしてみてください。
私が3月に乗った9泊10日のチェジュ島経由のクルーズでは1人5000円程度で加入できました。万が一のために検討してみてください。4つ目は、パスポートのコピーを1枚もしくは2枚持っていくと便利です。ダイヤモンド・プリンセス号乗船時にはパスポートコピーの所持の確認を求められています。パスポートコピーがあれば、万が一パスポートを紛失した場合もより迅速に再発行が可能になります。また、保険証のコピーもしておくと、やはり何かあった時便利だと思います。最後にもう一つ、車椅子で乗船される方や歩行補助が必要な方、また特別なサポートや、ハンディキャップがある方は、事前に登録しているとスタッフのサポートがスムーズに受けることができます。また、誕生日や結婚記念日などの記念日の登録も事前にしておきましょう。サプライズでケーキをいただけたり、船内でとってもいいことがあるかもしれません。クルーズはとても人に優しい乗り物です。ぜひ上手に甘えてクルーズの楽しさを10倍楽しんでみてください。皆さんが乗船前にしておくべきことなど、とっておきの情報があればコメント欄などに書いていただければ幸いです。さて、乗船当日ですが、乗船時間に合わせて港に到着したら、まずは荷物を預けます。ここで先ほど説明した荷物タグがついていないと、タグの発行やタグの印刷などが必要なので、時間を食うことになります。予約したチェックイン時間が来たら、次にチェックインカウンターに進みます。そこで整理番号をもらい、その整理番号順にチェックインを進めるというふうになっています。チェックイン用の整理番号をもらったら、椅子に座って順番を気長に待ちましょう。もしあなたがプリンセス社のエリートクラスや MSC のヨットクラブメンバーで優先会員資格を持っていたり、スイートルームなどのアッパーの部屋を予約している場合は、優先搭乗などができると思います。チェックインは予約時に獲得した QR コードを読み込んだり、チェックイン状況の確認、パスポート情報の確認などで、事前の予約内容に問題がなければ非常にスムーズに完了します。各種確認作業が終わると、ダイヤモンド・プリンセス号に乗船する場合は、部屋のキーにもなるコイン、船内各所でも使うことのできるメダリオンをもらいます。他の船においてもバンドをもらったりカードをもらったりしてチェックイン業務が完了いたします。その後、手荷物検査と身体検査をして乗船する流れになっていきます。預けた大きなスーツケースは2時間から4時間後に部屋の入り口まで運ばれてきます。当日にすぐ使うものや薬などは手荷物で持っていった方がいいかもしれません。チェックイン作業については、先ほどご紹介した2023年最新情報、予約完了からアプリでチェックイン、乗船前までにすべきことの動画を参考にしていただければ幸いです。また、他にも質問やリクエストをいただけると嬉しいです。ぜひよろしくお願いいたします。では、これから個別に横浜大黒ふ頭、横浜大桟橋ふ頭、神戸ポートターミナルまでの行き方を簡単に説明します。大黒ふ頭は超大型客船で、横浜ベイブリッジをくぐれない船や多くの客船が同時に横浜港を利用している場合に割り振られます。大黒ふ頭の場合はクルーズ会社によっては山下公園からシャトルバスを運行してくれています。ホームページなど確認してみてください。そこで荷物を預けることができる場合もあるようです。タクシーで行く場合は
JR もしくは京急鶴見駅からが一番近いですが、横浜駅からも便利です。自家用車で行く場合は大黒ふ頭でも大桟橋ふ頭でもクルーズ乗船者用のドライブ&クルーズ駐車サービスでお得な料金で駐車することもできるようです。ただし大黒ふ頭の場合は見学だけのふ頭への入場は制限されていて、見送りもターミナルでできないことになっていますので気をつけてください。大桟橋ふ頭は山下公園の隣で横浜を代表するクルーズターミナルです。横浜の関内駅やみなとみらい線の日本大通駅から徒歩で行くことも可能です。 JR 桜木町や横浜駅からタクシーで行くのも便利です。ここでは多くの見送りの人や見学客もたくさんいてとても賑やかです。なお横浜にはもう一つ新港ふ頭客船ターミナルがあります。横浜ハンマーヘッドに併設されていてインターコンチネンタルホテルの横にあります。横浜出港の場合はこれら3つのどのふ頭から出発するか間違えないようにしましょう。では神戸の説明に入ります。神戸には2つの客船ターミナルがあります。1つはポートターミナル、もう1つが中取手ポートターミナルです。こちらもしっかり確認してから向かってください。ダイヤモンドプリンセスなど大型客船は主に神戸ポートターミナルが使われるようです。神戸ポートターミナルは三宮から出ているポートライナーで2駅約5分です。ポートターミナル駅に着くことができて駅と直結しているのでそこですぐに乗船することが可能です。タクシー車でも JR 三宮駅から6分、 JR 新幹線新神戸駅からも10分です。神戸空港からもポートライナーで直接6駅13分ぐらいでポートターミナル駅に到着することができます。こちらも交通の便がとってもいいですね。クルーズに行きたい、乗りたい、乗ると決めてから行き先や場所、季節、船の選択、旅程選びに始まり、クルーズの予約が完了してから一気にテンションが上がります。そこから乗るまでにいろいろとどう遊ぶかをプランを考えながらクルーズ会社のアプリやホームページでチェックイン作業を進め乗船当日を迎えるのですが、船に乗るまではどうしてもドキドキしますよね。ただ無事クルーズ船に乗船した瞬間から非日常の極上の世界が広がります。乗船当日船に向かう時からテンションが上がり続け、乗船した瞬間からリゾート楽園の旅が始まります。本日はクルーズ乗船前の準備、そして乗船当日の流れ、また横浜や神戸のクルーズターミナルまでの行き方などを簡単に案内させていただきました。何かお気づきの点があったらコメントなどご意見をいただければ幸いです。また本日の情報が少しでも皆様のお役に立ったと思ったらぜひいいねや登録、チャンネル登録をいただけると励みになります。今後も皆様のお役に立てる情報を発信していきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また船の上でお目にかかれることを楽しみにしております。失礼いたします。And the master of the beautiful Diamond Princess, your captain and mine, is Captain Stefano Rivera. はい、次は大きな拍手をお迎えください。本船の船長、ステファノ・ラベラです。Ready? Here we go. 3、2、1、よいしょ! Now, of course, our waiters and waitresses will be walking around with cups of sake for you to try. はい、勢いよく開いていただきました。これよりウェイターが皆様にお酒をお持ちいたしますので、ぜひご賞味くださいませ。We are very excited to have you on board the Diamond Princess to celebrate our 10 years of sailing in Japan. はい、今年は日本初のクルーズが始まりまして、10周年の節目の年となっております。We have a very exciting cruise voyage planned for you with exciting events and activities each and every day. はい、このクルーズたくさんのイベントをご用意しております。Now, ladies and gentlemen, don't forget to be up on the open deck for our sail away celebration.
celebration starting from 4:15. はい、この後は夜15分から盛大なパーティーが行われます。Once again, ladies and gentlemen, please put your hands together for our wonderful team with this beautiful sake barrel breaking ceremony. We have Clara Lachine, Graham Page, and your captain, Stephen